こんにちは、NMAX です。今回はですね、ちょっと違うソフトに行きまして、音をですね、いろいろ作っていきたいと思います。で、もともとはですね、C サウンドっていうソフトでやろうかと思ってたんですけども、一番最初、なんかいろいろ考えた結果、C サウンドそれほど使ってないんで、ちょっと命令忘れてしまってまして、また C サウンドもやろうと思うんですけども、あとピュアデータとか、ちょっとね、まだちょっと準備ができてないので、最近一番よく使ってるソフトである R っていうソフトがありまして、もともと音を作る専用のソフトではなくて、統計処理をするためのソフトなんですけど、音も作れるんで、それで作って、今日はいろんな音をですね、R で作っていこうと思います。で、最終目的は、爆発音ですね。ホワイトノイズを作ってですね、それに対して、急激な減衰を与えてやれば爆発音になるのを昔やって知ってるので、爆発してると思うんです、花火ってね。だから最終目的は花火の音を作るということで、ちょっとね、ポンっていう音なんで、私が昔作ったバーンっていう感じなんですよね。だからポンになるかどうかわからないんですけど、ポンっていう感じの音にね。で、まずですね、どんな感じで作るのかっていうのを、いろいろなパッケージがないとやりにくいんで、まずですね、音を出すためにいろいろなライブラリがあるんで、そのチューン R っていうのを入れてあるんで、それを読み込みます。で、あと C-Wave っていうのも、使うので入れます。ほんでですね、なぜかですね、ウェブプレイヤーがセットされてないんでセットしておきます。一応これで準備できました。でですね、例えば、サイン波であればですね、サインでできたんやかな。サインだったっけ？ノイズ。あれ？なんだなんかキーがおかしくなりましたね。いや、どうなってんの？クエスチョン、ノイズ。なんかあったんだけどな。これじゃないよな。チューン R の方にあるか。ノイズ、これありますね。だから、これでサインとかノイズとかあるんで、まずサインウェーブを作っていきましょう。で、ウェーブのサイン。で、これで 440Hz の、440Hz の音が出る、作成できます。で、データ見ると、サンプリングレートが44100で、デュレーションというのがですね、1ミリのはずなんで、ですね、レングス、データの長さを調べると、1000個えらい短いな。44100にしよう。これで1秒間になりますんで、これで44100個になりました。んでですね、もっぺんこれを W サインを表示しますと、データの数が44100で、デュレーション、1秒ぐらいですね。前は 0.02 秒でしたけど。で、チャンネルはモノチャンネルで、フォルスになってます。じゃあですね、これをプレイしてみましょう。じゃあ、オーダーシティで、オーダーシティっていうのかな、発音。オーダーシーで、音出すってなってるんで、こんな感じで音が出ます。ほんでですね、で、STR ってするとこの、よくわからない中身のですね、中身がどういう構造を持ってるかっていうのが分かります。で、このレフトっていうのにデータが入ってまして、あとのレフト。これにサインデータが、だから0から
これで、サマリーってやると、データがどうなってるか見れるんですけども、まあ、最小がマイナス1で、最大が1で、まあ、平均は0ということで、まあ、マイナス1から1までの波になってるんですよね。これを、例えばプロットしてやると、ちょっとね、わかりにくいかな、これでは。ちょっとね、潰れちゃって分かりにくいということで、じゃあこれの一部を出せばいいということで、1から100までぐらい。1から100までぐらいかな。1から100までぐらい出すと、まあちょっとサインになってるのが分かると。300ぐらいまでにしたら、まあこんな感じで、これがずっと続いてるんですよね。さっきのデータっていうのは。で、それだとああいう音になったということで、ほんで、あれにですね、例えば、まあ、X にですね、0から、2×πの、レングスが44100。ちょっと作り方間違ったか。0から2倍、シーケンス、レングスって与えなあかんの。レングス。これで、0から2パイまでの、データが一つできました。で、これに対してですね、例えば、さっきのですね、データを加工していきたいと思います。さっきのデータをですね、作ったやつが W サインイコールになってるんで、W サイン2っていうのを作って、これを、変形したのを作っていこうと思います。W サイン2作って、で W サイン2のレフト、にですね W サイン、2の1のレフトかけるサインの X かける例えば44ってやってやれたらですね、波形が変化します。W サイン1かないんか。W サインしかないからね。で、これで波形が変化しましたんで、プロットしてみましょう。プロットどうなったかをプロットしてみましょう。ラインサインの2のレフトがどうなったか。ちょっとね、かけたんで、こういう形でちょっと変形してます。ちょっと、クエスチョンプロット。ラインタイプにしよう。ラインタイプ L でできるのかな。L。違う。P。ライン。タイプってやらなあかんのか。タイプ L になって、これでなったので、例えばこれを、1300ぐらいにすると、こういう感じでですね、普通中身の周波数に対してさらに外に周波数がかかった形になってます。今変調をかけたのは 44Hz ですね。もともとの音が440で、そうなった音を、プレイしてみましょう。で、W サイン2出しキーで持って OK してやったら、こんな形になってまして、表示を、こっちで見た方が分かりやすかったかな。こんな感じで変調かかってます。音を再生すると、こんな感じですね。全然違う音になってきたと思います。
これ終わりましょう。再生終わったんで、はい。じゃあ、終了、いいえ。はい。という感じです。で、これをさらに音をいじくっていくとですね、44を22でやると、まあこんな感じの、プロットするとこんな感じになってですね、もっと一つの山がでかくなってる感じですね。で、その中にさらに小さい波があるっていう形になってまして、これを、再生するとまあこんな感じになります。これで、まあ、こんな感じですね。いいえ。で、さらに、周波数を下げていくとですね、こんな感じになります。なんかどっかで聞いたことあるような、で、さらに、下げてみるとこんな感じですね。こんな感じになると。で、これだとまあサイン波なんでね、こんな音になってますけど、やりたいのはホワイトノイズなんで、ホワイトノイズでこれをやりたいんで、じゃあノイズを作るには、クエスチョンサインってやったらノイズもあるかな。ノイズもありますよね。ノイズだとホワイトノイズになるんで、だから全ての周波数成分がほぼ均一に入ってるっていう感じになるんですけど、W ノイズ、W ノイズを作るのには、これにしてたから W ノイズやね。ノイズ4は周波数がいらないので、ノイズ、これですね。ノイズ、ちょっと綴り間違ってますね。S だ。で、2も作っておきましょう。で、またほんで一回、ちょっと不快な音になりますけど、ですね。まあ、再生だけしときましょう。で、まあ、次はですね、この音にエンベロープをかけてですね、爆発音に近い、まあ、できたら花火の音に近づけるのを次回はやってみたいと思います。今回はですね、ここまでにしたいと思います。ということで、何をやったかというとですね、まあ、R っていうソフトですね。R っていう、まあ、バージョン 3.4.1、R っていうソフトの、ライブラリチューン R。これは音を出す方のソフトで、いろいろ、波形を処理する用の、まあ、今回使ったほとんどチューン R の機能なんですけど、まあ、C-Wave っていう2つのパッケージを使ってですね、いろいろな波形のデータを作ってそれを音に出してみました。で、今後やる予定の C サウンドのピュアデータっていうのも、まあ、同じことをやってるんですけども、操作方法が違います。これはね、もう完全に生データを、表形式で作ってる感じなんですね。アットマークのレフト。こんな感じの、もう数値のデータ、生データをですね、振幅の生データ、例えばこれ、1から10やったら、まあ、ヘッドでもいいけど、だからこれ一つ一つの時間ですね、44,100分の1秒ごとにこの振幅を与えた
データをスピーカーに送ってですね、電圧データを、それによって空気を震わして音を出すっていう、元々の一番元になるような生データを、数値データで作って、そのデータを加工してっていうやり方が今のやり方で、この辺をですね、もうちょっと生データは見ずに、もうちょっとマシに操作できるのが C サウンドとか、ピュアデータとか、他にもいろいろソフトあるんですけど、だからもうこういうやり方でやるとあらゆる音が作れます。楽器だとね、ドレミとかいう、かなり飛び飛びの音で、かなり時間の長いデータしか作れませんけど、これだともうあらゆる音を原理的には作れます。でもね、人の声とかも作れるんですよね。だから人の声のデータもこういう形で、録音して再生してるんで、あらゆる音を作れる可能性はあるんですけど、実際人間に声に近い音を作ろうと思うと、難しいんですけど、表現力はもう無限に近くあると。ただその無限に近くあるために、そういうなんていう希望のデータを作るのが難しいっていう、自由度が高すぎてっていうのはあるんですけど、今回みたいな爆発音とかね、いうのを作る場合は、こういうツールを使うと作りやすくなるっていうことで。次回はですね、ちょっとね、また準備不足で、爆発音作れてないんですよね。だから一回こんな感じで爆発音に近いなっていうのを作れたら次の動画をやりたいと思います。導入編みたいなことで、今回は終わりたいと思います。それでは次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。さようなら。